こんにちは、よもぎやの仲間です。前回作った、南京ガンナに、ここ歯口真鍮を入れたいと思います。こういうふうにですね、こういうふうに真鍮を入れるということをやります。はい。使うのは、この真鍮の板、厚みが 1.2 ミリですねの真鍮の板を使います。で、これ鉄板じゃダメかっていう話だと、鉄板だと錆びるからダメですっていうことですね。で、あと銅板か真鍮かでどっちでもいいとは思うんですが、銅だとちょっと柔らかすぎるし、ちょっと錆びますよね。緑青が出るっていうところで錆びてしまう。で、錆びにくくて、適度な柔らかさがあるっていう意味で、真鍮が、よく使われています。だからステンレスだと硬すぎるってことですよね。その木を逆に傷つけてしまうことがあるので、そういう意味では、適度な柔らかさがあるという意味で真鍮が好まれて使われています。はい、あと見た目が美しいっていうのも大事ですよね。それもすごい大きいポイントなのかなというふうに思っています。まず真鍮の板をカットして、それからカンナの方に穴を開けて留めていきます。ここですね。この南京ガンナのここが、だいたい今5センチぐらいなので、5センチの幅で、そうですね、5センチで、奥行きは刃のところで1センチ、10ミリ、刃のところで10ミリで長さ30ミリまでくらいあればいいですかね。なので50の30のものを切り出してつけます。で、あとここに歯口穴を開けるんですけど、これ2つに分かれてるんですね。この上と下で分けて貼ったんですけど、今回これできれば1枚の真鍮の板でここに溝をつけてっていうことをやりたいと思います。こっちが3センチので、ワイドが5センチと。で、前から1センチのところに溝をつけたいということですね。で、溝の幅は、25の33、この刃の溝が33ミリだったので 1.65 振り分けですね。はい、幅5センチで、奥行きワイドが30で、先端から1センチのところにここに溝をつけるということですね。で、この溝の幅が、33ミリ、なので 16.5 振り分けになっています。で、ここを溝をつけるんですけど、ここにまずサンダーの刃でちょいっと溝をつけて、でジグソーの刃でちょっとここをまっすぐ入れる。では溝を穴を開けます。これで下まで貫通した溝ができました。あとは、ジグソーの刃で、鉄鋼用の刃で、整えていきます。ジグソーの鉄用の刃を入れて穴を隅のところまで。はい、これで、33ミリで手前から1センチのところに溝ができました。で、この溝がこの刃のところですね、ここに来るというように作っていきます。
カットして切り出します。ジグソーで切っちゃいます。で針を取ります。これヤスリが入る程度のスペースは入れておいてください。じゃないと後で刃口の調整の時に困るので。切り出しが終わりました。であとここに貼るんですが、曲げて少し曲げます。だいたい R がで、あとはカンナの方に当ててまた調整してっていう感じですね。で叩いたらここのへりが歪んでくるんですよ。叩いたところが伸びてくるので、またまっすぐの兼ねてまっすぐの部分ヤスリかサンダーで直してあげてください。はい、これでこんな感じで。でこれも貼ってからヤスリでまた微調整してするんですけど、これを置いて、これに墨をつけていきます。刃口のラインを合わせて、ここですね、この刃口とここのラインを合わせて、その前に一回ちょっとここを整えますか。もしもここがなんか曲がってるようだったらまっすぐにしてください。墨をつけます。でこれを取っていくんですが、これまっすぐではなくてこの R なりに1ミリ取るという形になります。だからちょっと取る形がややこしいんですけど、さっきの押さえ引きのノコで切ります。これはすごい切れるので、
とはのみでこれを取っていきます。こんな感じですね。はまるようになりました。これをビスで留める方もいるんですが、僕はエポキシボンドで留めています。でホームセンターとかに売ってるエポキシの二液性のやつで全然いいと思います。はい、ユニット入れて、完全交換24時間ぐらいかかるやつなので、まあ固めます。でボンドが乾いたので、剥がしていきたいと思います。テープを剥がしたら、またペーパーをかけていきます。この塩ビ管のペーパーですね、これで形を整えていきます。今 R の形を整えて、あと全体的にもペーパーをかけたところです。であとここの刃を入れて刃口のあたり調整すれば完成です。ここで注意していただきたいのは、この刃入れるときに刃口もしも狭いと刃を傷めるので、真鍮ですね、真鍮のところちょっと様子見ながら入れてください。刃口の調整が終わって南京カンナができたという状況です。で刃口の方はだいたいこれぐらい開けています。仕上げのカンナよりちょっと広いぐらいですね。あまりカンナくずが詰まるのも困るし、かといってあまり広すぎるのもっていうので、これぐらいに僕はしています。はい、南京カンナの方、作ってみました。ぜひ機会があれば作ってみてください。南京カンナ使うのすごい楽しいんですよね。シャリシャリする感じとか、こう曲線をこういく感じとかすごい楽しいです。なのでぜひ、作ってみていただければと思います。ありがとうございました。